人間一ついいところがあれば僕はいいと思ってるんですけど、嫌いなところもあるし、それはみんな誰でもそうだし、でも何か一つ光るものがあればそれはみんな僕は仲間だと思ってます。一番大切にしているものはやっぱり仲間を大切にしていろんな話を聞いたり、みんなで何かを作り上げていけたらな。佐田忠信のマイメソッド。職業はバーを経営しています。グラスルーツというお店をやっています。食べ物の方は、ビーフジャーキーとかピザ生地とか、できることは全部お店で作るような形でやっています。あと店内をアートと、あと音楽イベントや、そういうのを心がけてやっています。うちの父がちょっと絵を描いたりとか鎌倉彫をやってたりしたんで、そういう影響もあって小さい頃から絵とかそういうものに興味があったので、それをちょっと今この店でもそういうのができたらなと思って、それでアートを始めたのが最初だと思います。お客さんで見に来てくれる方で絵描きさんだったりとか、絵描きさんが絵描きさんを紹介してくれたりとか、そういうところから少しずつ、SNS でちょっと広まってうまくつながってる感じですね今。はい、やっぱり昼間の普通のサラリーマンでもないし、夜の仕事にもなるんで、やっぱ親からは大反対もされましたし、その時が一番どうしようかなって思いましたね。でもやっぱ自分に合ってたんだと思います。はい、お店はいろんな人が来てくれて、できたらいろんな人と話はしたいので、できたらなんかね、今この世の中なのでなかなか声をかけてくれることもなくなってきてるのもあるので、なんか声をかけていただければいろんな話もお互いに僕もしたいと思うのでできるかなっていうのはすごい思いますね。うちのじいさんにはよく本を読まないなら人とコミュニケーションを取りなさいって結構言われてたので、その頃からなんかこう人と触れるようにするようにしてきましたね。だから僕の財産はそこかなとは思ってますけど、本を読まなかったんで本当に本を読んだことがないんで、だったら何か体験や人に会って話を聞きなさいっていうことが言われて、それをなんか実践してたらそれが楽しくなったんだと思いますね。でもやっぱじいちゃんに言われた言葉をそのまままだ続けてるだけな気がしますね。小学生から学ぶこともあるし、高校生から学ぶこともあるし、だからそこからいろんなものも学べるものがたくさんあるかなとは思ってますね。小さい頃から音楽は本当に好きでしたね。もう父がやっぱ音楽が好きだったので、カーペンターズとかビートルズ、ポール・モーリアオーケストラ、なんかそういうのがいつも流れてたような気がしますね。もう何でも聴きます。もうジャズもソウルもヒップホップもロックも、あんまりそういうなんかこうジャンルとかもないし、中学校の時はやっぱちょうど僕なんかハードロックとかがすごく流行っていた時代で、同級生の友達の家に行くと隣の部屋のお兄さんの部屋から聞こえてくる音楽が初めて聞いた時にちょっと衝撃を受けて、それからそういう音楽を聴いたりいろんな音楽を聴くようになりました。本当にバーの経営とかバーをやるなんてことは考えたこともなくて、本当に音楽がただ好きで高校を出て、アメリカに旅をしたりとか、当時はなんかアメリカ人になりたいぐらいな勢いな思いがあって、で僕お酒は飲めないんですけど、そういう飲み屋さんに行ってまだ携帯もなかった時代なので、そういうとこに行かないと音楽の情報とかは教えてもらえなかったので、そこにいる先輩方にいろんな音楽を聴いたりしてたのがすごい覚えてますね。それで飲み屋さんに行ってたら、ある時にふと働いてみないっていうところから何も考えずに飛び込んでしまいましたね。お金が貯まるとアメリカに遊びに行くような生活をしてましたね。まだ自分も生意気だったので知らない世界を見たいっていうところからアメリカにはまってしまったんだと思います。父だったりとか先輩や友人が結構そっちに行ってる人たちが多かったんで、一回帰ってくるといろんな人に会って話をすると、じゃあここへ行ったのかって言われるとそこには行ってなかったりして、そうなると次にじゃあそこへ行ってみようかなっていう感覚で行ってたような気がします。初めては本当に面白くなかったです。もうなんか映画で見るようにもっとなんかこうフレンドリーなところがなのかなと思ったら、英語も喋れないと誰も相手にしてくれないところだったんで、でもなんか帰ってきて自分の写真を撮ったのを現像してみた時に、なんかパーッと行ってよかったなって気持ちになって、それから何度も行くようになりましたね。やっぱり仲間を大切にして
いろんな話を聞いたりいろんな意見を聞いたりいろんなものをみんなで見たり知らない世界をみんなで見てれたらのが一番かな。一番大切にしているものは、この仕事をやる時もやっぱり仲間に後押しされたのもありますし、学生時代でもやっぱりそうだし、やっぱり音楽もいろんな仲間から共有してもらったりとかもあるし、ずっとみんなにお世話になってます。人間一ついいところがあれば僕はいいと思ってるんですけど、嫌いなところもあるし、それはみんな誰でもそうだし、でも何か一つ光るものがあればそれはみんな僕は仲間だと思ってます。とにかく相手のまず話を聞いて、自分の思いもやっぱその相手にちゃんと伝えられるようなキャッチボールができるようなとことをオブラートに包むと結局いいところには向かわないので、別に喧嘩するわけでもなく、何かもういろんな言葉を投げ交わしていけば、難しいねそういうのってね。でもなんかそういう心がけにはしてます。だからたまに人と会いたくないなっていう時も自分もあります。だから自分の中でオンとオフはすごくはっきりしてるような気がしますね。仲間を本当に大切にして、これからもみんなで何かを作り上げていけたらなっていうのが自分の信念ですかね。すいません。ありがとうございました。フットサルチームのこういうウェアを作